っす。うん。美味しいね。山ぶどうジュースの味がよく出てるね。ジンジャーエールはあんま感じないって変だけど、なんか白州と山ぶどうジュースがこうくっついてる感じがするね。今回、その作ってたカクテルは、なんなんですか？稲造。稲造。稲造。ニトベ稲造。昔の五千冊に書かれてる、そうそう、岩手県のね、盛岡の有名な人で、まあその人の名前からもじったっていうか取った、ご当地カクテル。ご当地カクテル。その土地でちょっと有名なカクテルって。ちょっとこのね、この山ぶどうジュース、これをちょっと手に入れることができたから。この山ぶどうジュースを使うのが、その稲造っていうこのカクテルのレシピなんですよ。これ手に入れることができたってことさ、ざっくり言えばいただいたみたいな感じなんだけど、でそれでちょっとこのご当地のカクテルっていうのがあるっていうのを聞いたから、レシピとしては、最初にこう白州を入れたじゃないですか、あれ何ミリくらい？これ一応30ミリ。30ミリ。それはもうレシピが決まってるんですか？なんか公式レシピだから、その土地のまあ協会、バーテンダーズ協会とか、そういうところのなんかオリジナルのまあレシピ、公式オフィシャルのレシピがあるみたいな、それをちょっと調べたら白州が30ミリで、ジンジャーエールをこう割とこうなんていうんだろうな、ギリギリまでたくさん入れるんじゃなくて、まあ一応7割ぐらい入れる。でこのブドウジュースを少し優しく入れてやるみたいな。大体何ミリくらい？これが一応20ミリっていうのが書いてあったからさ。なるほど。たらっとこう混ぜなかったですね。なんか混ぜないで、そのグラデーションのは多分飲んでいくうちに山ぶどうジュースを感じるみたいな。だからこのさっきの味とこの中盤からは違うからさ。ご当地カクテルって他にはどんなのがありますか？ご当地カクテル。まあ俺なんかやっぱ一番びっくりしたのはレゲエパンチだね。レゲエパンチって？レゲエパン。聞いたことあります。ピーチツリーとウーロン茶みたいな。まあピーチリキュールとウーロン茶みたいなレシピなんだけど。あれってなんか普通に居酒屋さんとかにもあるじゃないですか。そうだから今広まったんじゃないのかな。だからもうスタンダードに近づいてきてるっていうかさ。まあでもほら、まあね、宮城県の仙台市で発祥したレゲエパンチ。俺はもう20歳ぐらいの時はもうレゲエパンチなんて何だか分かんなかったからさ。33年前だよ。オーダーもらってもなんだよと。レゲエパンチってもう全然もうジャマイカラム使うと思うじゃん。レゲエパンチだからさ、ちょっとジュースっぽいのがあって調べても出てこないし、あの当時だからスマホなんかないしさ、どうやって調べようかなと思ってお客様にも聞いたもんね。そしたら「知らないんですか?」みたいな「ピーチとウーロン茶なんですけど」みたいな。カチンときそうになったけどそんな知るわけねえだろみたいなさ。今でこそまあみんな知ってるけどさ、レゲエパンチで東京の人に聞いても誰も知らなかったから、でそれで徐々に聞くようになって、こういうのもそれの一つになるかもしれない、有名な。ただこの山ぶどうジュースっていうのがね、なかなか手に入らないから、これを代わりにぶどうジュースみたいなのでもなんか味的には多分問題ないと思う。甘い感じですよね。ただこれが本当に正式なっていうかオフィシャルな、もうこのメーカーのってことだ。そうだろうな。これ山ぶどうジュース。これ例えばさ、青森とか行ったらこれ多分リンゴジュースでこのまま作っても多分美味しいんじゃないかなと思うね。そういうなんかご当地のだから多分あると思うよ。その土地土地のあると思います。いろんなそういう地域がだからほらリンゴが有名ださ、みかんが有名だと。
多分絶対あるよ、そのバーに行け。だからそうやってちょっと探してみるの面白いかもな。この土地のご当地カクテルみたいなのあるんですかみたいなのさ、バーでちょっと聞いてみるのも面白いかもね。確かに全然関係ない話になっちゃうんですけど、なんで関係ない話すんの？じゃあ関係ある話しようぜ。じゃあせっかくして関係ない話、今日何食うかとか。とかじゃなくて、帰ったら多分なんか作ってくれて。で60% ほど路線の変更した話になってしまいますが、そう言ってちゃんと最初失礼しました。マスターがその旅行今したいところとかってあるのかなと思って。あ、俺、はい、ある、たくさんある。本当それこそ岩手にも行ってみたいんだよ。うちのアルバイトの修也が岩手県出身じゃん。でそう考えたらちょっと行ってみて、でおしらめ上がるって言ってましたね。そうだな。でもやっぱホップが有名だからさ、ちょっとそのご当地のホップ使ってビール、ご当地ビール飲んでみたいしさ、四国の方香川とかも行ってみたいしさ、ちょっとそのうどんって本場のうどんどんなんだろうと。でそういう行けば多分なんかうどんのカクテルがあったりするんだろ。うどんのカクテル絶対ないですよ。ないの？なんか喉越しを味わえるっていうかさ、気持ち悪いな。カクテルみたいな歯応えのなかなかご当地カクテル初めて作ったな。あ、そうですそうだよな。このパターン初めてだね。やっぱウイスキーがベースだからいいんだね。時間が経ったじゃん、どうなるかなと思ってちょっと取っといたんだけど、ウイスキーがちゃんと残ってるからなんかそんなに嫌じゃない。なるほど。ジンジャーエールなくなってもいいからさ、時間が経っても炭酸がなきゃダメとかそんな感じじゃないからさ、いいね。なんかブドウジュース、美味しい。今日は稲造を作って稲造ね。はい。あれなんだっけ？ちーまる子ちゃんのおじいちゃんってちーまる子友蔵さんです。あ、友蔵か。間違えた。稲造だったかなと思ってそれは友蔵ですね。そういうことか。うっくりして今日はこの稲造カクテル、ご当地カクテルを作りました。このぶどうジュースくれた方には深く御礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、いつも皆さんご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ハモったね今。気持ち悪いね、なんか。あ、そうですね。気持ち悪いね、なんか。なんかゲボ吐きそう。なんで絶対言わないでください。ダメだな。この後にそういうことしてこいつがちょっとダメだったみたいな意味。そうですね。美味しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。